皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりましたあんなに準強力粉なんか家にないですよとか言ってたあの人が今日はこちら準強力粉を使ってカンパーニュ作っていこうと思います。もうですね、お金に物を言わせて買ってきました、粉を。でね、今日は何としてでも美味しいパンを食べたいなと思いまして、もういろいろこだわりません。見た目とかもうそういうのもどうでもいいんです。とにかく美味しいカンパーニュを作りたいということで、ただですね、カンパーニュって皆さん作り方ご存知でしょうか？発酵カゴ、バヌトンっていうんですか？もうあれはないでしょ。あれは絶対に家にないでしょ。あれを使って作るということですが、でね、ザルでもできるんですって。なんか普通に家にあるザルでもね。ただもうちょっとね、そういうめんどくさいのは私ちょっとできませんので、調べていましたら、なんとこの今見ているですね、ボールがあるじゃないですか。このボール一つで作るやり方があるということで、今日はもうその先生の言う通り作ってみようかなと思います。で、今ですね、この画面の人、手を濡らさなかったので非常にベタベタした状態で困っているんですが、皆さんちゃんと手を濡らしてやってください。で、こうやってちょっと表面をきれいにして整えたらラップをして、60分待っていきます。はい、できました。で、今日はですね、この表面、今上になってる部分が最後まで上になるんですって。だから一回ひっくり返して、で周りからビロロンとこう中心に生地を持ってきて、でまた最後つるっとした面を上に向けるっていうのを繰り返して、それを3回ぐらいですかね、繰り返してやっていくそうです。皆さんカンパーニュってどんなイメージをお持ちですかね？私ね、カンパーニュ作り方とかで動画調べてみたんですよ。そしたらね、やっぱりなんか意識高い系の人の食べ物なんかなっていうなんかパン生地と向き合う時間が心のなんちゃらの源でみたいなのを語り出されたりなんか過去にありましたみたいな、大丈夫ですかみたいなのが多くて、すごい人生の教訓みたいなのをね、カンパーニュを作りながら学ばれてる人とかがすごいいて、私そんなにね、普通にお食事パンを今から作りたいなって思ってたんで、そんな深いことまで考えてなかった、ごめんなさいと思ってあとですね、なんか例えばですよ、一番好きなパンなんですかとか聞いた時に即答でカンパーニュですって答える人絶対お金持ちじゃないなんか生活水準高そうと思ってっていう、そういう意識高い系のパン、おしゃれパンシリーズの一つだと思うんですが、私は今日もこれをを大にして言いたいんですが、カンパーニュもみんなのものですカンパーニュはみんなのパンということで、今日は私はおしゃれじゃないけれども美味しいパン頑張って作っていこうと思います。でね、余計なことばっかり言ってたら手順間違えましたもう混ぜなくてよかったんです。粉をかけてこの中で成形するのに、なんかさっきベタベタ触っちゃいました。でね、粉かけて、でひっくり返して、さっきみたいに中心にね集めて、このボウルの中で成形するんですって。なんですけど、にもかかわらず、もうさっきちょっと手順間違えたから、もうそれで頭がテンパっちゃって、ここで取り出すんじゃなくて、ボウルのなんかヘリを使って、ちょっと丸くするんですって。でももうこの人完全にテンパってるんで、手順を飛ばしました。で、なんかこの
お尻になる部分をしっかりとつまんでくださいということだったので、今キュッキュッキュッとして、とりあえずこれで、ラップをして40分待ってみます。で、今カラーの切れ目入れるんですけど、なんか別に入れなくてもいいんですって。この100均のやつでね。で、なんかただ火の通りを良くしたりとか、なんか可愛くしたりとかいうのがあるらしいんで、とりあえず入れます。で、切り拭きしたら絶対この最初の粉って消えますよね。ね、これってこうなりますよね。まあいいや。で、なんかね、ステンレスボールをかぶせて焼くっていうのをちょっとやってみたかったけど、ギリギリはみ出しましたので諦めました。もうなんか最後グダグダしちゃったけど。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。いかがでしょうか。意識高い系の皆さんいかがでしょうか。これはダメでしょうか。私的には全然美味しそうやなっていうパンがとりあえず焼けました。見た目とかね多分ダメなんでしょうけど、全然私的にはこだわりとかないのでいいです。ただですね、なんかちょっとふわふわになっちゃったんですよ。なんかお店でね買うやつとかってすごい硬い感じがするじゃないですか。私ああいうのが作りたかったのにめちゃくちゃふわふわのやつができちゃいました。とりあえず切ってみますね。はいと。だから正解とかがわからないんだけど、とりあえずおいしそうですかね。もう自信が意識高い系の人に怯えてもう美味しそうです。ということでちょっと切ってきました。でちょっと食べてみます。いただきます。美味しいです。お店のやつみたいにガツンと美味しいのじゃない。だけど毎日食べてて多分何にも思わずにずっと食べれる飽きひんやろうなっていう美味しさがありましたね。やっぱり準強力粉買った方がいいんかなっていう本当に勝手なね申し訳ないんですけれども、皆さんも発酵家具使いたいっていう方ももちろんいると思いますし、そんなの持ってて当たり前っていう方もいらっしゃると思うので、皆さんそれぞれだと思うんですけれども、もしですねカンパーニュをすごいもう遠くの存在に感じてる方がいらっしゃったらぜひワンボールでできますのでチャレンジしてみてはいかがでしょうかということで、本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。